今回は復讐のレクイエムに登場するガンダム EX を制作していきましょう。読み方が EX で合ってるかわからないが、箱絵からして怖すぎ。今回も簡単仕上げですが、 UV ライトでの発光や当チャンネルでおなじみのミニクレーンでの組み立て風景と稼働テスト、そして劇中に出てこないっぽいカタパルト発進。ガンダム行きます。それでは行ってみましょう。まずは箱を開けて驚きの HG とは思えない超絶ディテール&色分け。もはや RG ですなと思っちゃいますが、とりあえず組み立てるとこんな感じ。この出来でほぼ2000円はお買い得すぎ。もはや感動の嵐ですなと言いつつ、説明書などをよく見ると、ももや腰回り周辺が色分けされてないのが気になるので、最小限の範囲ですが塗装してみましょう。塗装範囲はめちゃくちゃ少ないですが、刷毛塗りは下手なのでマスキングしてエアブラシで塗装しますです。マスキングテープをデザインナイフで切り抜くが、撮影した後に刃先が折れてるのに気がつく。気がつくの遅すぎですな。ヘッドパーツはこの部分だけ筋彫りを追加してますです。それでは早速塗装してみましょう。もともと数種類のグレーっぽい成型色が使われているので、適当に手持ちの暗めと明るめのグレーで塗装。最小限の塗装でもマスキング剥がすの気持ちいいですな。シールドのイエロー部分はさすがに別パーツじゃないのでイエローで塗装。ビームサーベルは UV ライトで発光させるので蛍光塗料で塗装してあげますです。劇中ではビームサーベルの根元が青っぽくなっていたので塗り分けしています。光らせなくても綺麗ですな。 UV ライトで発光させるとこんな感じです。おお、いい感じで光りますな。塗装が終わったらガンダムマーカーで墨入れ。最初はガンダムマーカーのグレーで墨入れの予定でしたが、場所によっては色ムラが目立つのでブラックで墨入れしてますです。ガンダムマーカーはすぐに拭き取りできて匂わないので便利ですな。拭き取り用の綿棒はダイソーのメイク用綿棒を使ってます。墨入れが終わったらデカールを貼り付けていきましょう。段差のある部分はデカールが一体になっていたので、場所によっては分割してあげますです。このデカールのディテールも RG 並みですな。カットするとちぎれやすいので慎重に貼り付けますです。爪楊枝で中から外に空気を押し出しながら貼り付け、爪楊枝の跡が残らない程度に押してあげてますです。この細い部分は後から剥がれるなと思いつつ貼り付け。デカールの出来が良いので水転写式だったら嬉しいですな。場所によっては文字ギリギリでカットしてますです。 RG などのテトロンシールでよくある、結構形状からはみ出ることが多い部分はこんな感じで形状に沿わせてデザインナイフでカットしてあげてますです。これをやるだけで完成後に剥がれにくくなりますな。次にカメラ部分を UV ライトで発光させるシールを自作するので、付属のシールをスキャン、そしてフリーソフトのインクスケープにインポートしますです。あとは必要な範囲をトレースするだけですが、今回はカメラアイ部分が3分割に表現されているので、プリントの際適切な太さがわからないので何種類か用意してますです。あとはラインを黒にしてプリントアウトですな。今回は赤色発光ですが、蛍光レッドは入手しにくいので入手しやすい蛍光ピンクとオレンジを用意しますです。蛍光ピンクとオレンジを塗り重ねると赤色発光ではないですが、
赤がめちゃくちゃ光りまくった感じの色になってくれますです。劇中でもそんな感じの光り方をしているシーンもあるよねと無理やり納得する。そしてデザインナイフでカットしますが、マジで小さすぎ、老眼には大変すぎ。米粒より小さいですな。ここまでズームすると仕上げの雑さがバレまくり、と言いつつそれっぽくなってきましたね。そして UV ライトでピカーッと。おお、いい感じですな。あとは艶消しトップコートを吹いて完成なので、いよいよミニクレーンでの組み立て風景行ってみましょう。まずは下半身。今回も自作の可動テスト装置で足を取り付けて動かしてみましょう。何気に HG での可動テストは初めて。パッと見のディテールは RG にしか見えないですな。それでは可動テスト開始。次に上半身のミニクレーンで組み立て風景行ってみましょう。足の次は腕の可動テスト。実は軸がボールジョイントの可動テストは初めて。うまく動くでしょうか。腕の可動テストも軸がボールジョイントは初めてですが、いい感じで動いてくれましたです。それではちょっと小休憩で可動範囲などを見ていきましょう。まずは腰回りの可動。あまりねじれないですが、傷つけるのを覚悟して動かすともう少しねじれますです。横方向は少なめですが、前方向は意外と動いてくれますですね。次に首周りは根元が一軸で、上はボールジョイントになっているので、顎を引いたり前に出したりができますです。横方向と上方向も意外と動いてくれますね。横回転も襟パーツがほとんどないので意外とねじれますです。そして肩周りのボールジョイントはこんな感じで引き出すことができて、胸の前部分にもボールジョイントがありますです。さらに肩の中にも可動軸があり、各部分の可動範囲は少なめですが、3箇所の可動軸が複合することで可動範囲を確保しているようですね。
なので腕の内側可動もこんな感じで意外と動いてくれますです。肩周りのディテールと可動の作りがよくできていますな。そして肩アーマーの上部分も可動しますです。腕自体はぐるりと回転しつつ二重関節で十分に動いてくれますです。さらにハンドカーツの根元の可動軸はちょっと高めの位置なので動きも不自然な感じ。実はハンドカーツの根元はボールジョイントでなく一軸でまっすぐ差し込むタイプになってますです。武器類を持つと気になりませんが、何も持っていないと手首の根元が不自然ですな。なので試しに右のハンドカーツをボールジョイントっぽくしてみました。ちょっと分かりにくいですが、このちょっとの可動範囲で手首のひねりが自然に感じますですね。ここはボールジョイントにしてほしかったですな。次に腰アーマーですが、ここは全てしっかりと開いてくれますね。太もも部分はスイング機構っぽくなっているのでかなり足を上げれますね。開脚もめちゃくちゃ開きそうですな。ももの根元の回転も十分な可動範囲ですね。そして膝も二重関節でかなり動いてくれますです。この周辺のディテールは RG 並みですな。かかと部分のパーツもしっかり可動しつつ、足の根元はボールジョイントで足先も可動軸が一軸ありますです。そのおかげで横方向と上下もかなり動いてくれますね。次に特徴的なサーベルホルダー部分は各部分が独立可動しつつホルダー本体もしっかり可動しますです。そして一番特徴的なガトリングガンは密度感がすごいゆえに本体とドラム部分が追従する感じで動いてくれますです。球団ベルトの軟質素材やガトリングガンのディテールもすごいが、ドラム部分の作り込みも感動ものですな。さらに頭部のディテールも RG 超えぐらいに濃密。あえて二度用。ここまでズームすると仕上げの雑さがバレまくり、肩周りもメカニカル感があってワクワクしますな。地味に感動するのがこの脇腹の内部。チラ見えなのに中身詰まってる感がすごいですね。そして膝関節のディテールもあえて二度用。バンダイさんこれ RG ですよね。くらいの作り込みがすごいですね。スラスターも内部のディテールまで超絶造形なのにピンボケしまくり。スラスター内部は超合金魂のガンダム EX を参考にして赤っぽく塗装してみましたです。最後に武器類。まずはシールドですが、連邦軍のマークは黄色に色分けした別パーツにしてほしかったですが、それ以外のディテールはいい感じですね。次にビームライフルですが、気合入りまくりで特に白パーツ部分の情報量がすごい。ライフルも黄色部分はシールなので塗装してみましたです。そしてビームサーベルの成型色はピンクの単色ですが、今回は蛍光ピンクと蛍光ブルーで塗装しましたが、 UV ライトで照らさなくても綺麗に見えますね。グリップ部分のディテールも細かいですな。今回のガンダム EX、パッと見 RG 並みの出来栄えで、ほぼ2000円は
お買い得すぎると思っちゃいました。大満足ですな。というわけで、いよいよ完成編いってみましょう。いかがでしたでしょうか。お時間ありましたら他の動画も見て楽しんでくださいね。今後もこのシリーズを増やしていきたいと思いますので、チャンネル登録・高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。